こんにちは。コスプレイヤーのスカイリです。ブラザーさんの世界コスプレサミット協賛企画、コスプレイヤーブラザー製品レビュースキャンカット編やっていきたいと思います。コスチュームを作るとき模様だったりとか文字のデザインってありますよね。もうあれをフリーハンドで切り抜くとってすごい大変で、それが同じデザインが複数あったりするともう本当にうんざりっていう感じなんですけども、そういう時にね活躍するのがこのブラザーさんのスキャンカットになります。はい、ということで、今回ですねこのスキャンカットを使ってデザインの切り抜きっていうのをやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。じゃあパソコンでですねまず元となるデータを作るためにこちらのブラザーキャンバスワークス使っていきます。じゃあ今回はですね世界コスプレサミットの公式キャラクター学園プロジェクトっていうのをですねキャラクターの胸についてる校章ですねワッペンのを制作していこうと思います。でこちらですね簡単なデザインのものだったらこちらの外側の輪郭をトレースまたは色ごとに領域をトレースっていうのを押して選択していただくことで簡単に先ほどの輪郭したトレースした部分をカッティングデータとして抽出することができます。で今回ですねちょっと複雑なデザインになっているので今回あらかじめ僕の方が準備したデザインの方を使っていきたいと思います。アイロンプリントシートとかだと反転させておかないとそのデザインが反転した状態で転写されちゃうので、先ほどですねプリントのデータっていうのが逆だったんですけど今反転した状態のものを用意しています。こういうふうにカッティングマシンで使うシートのデザインに合わせて配置されているような状態になるので自分のね調整したい作りたいサイズに拡大縮小していきます。ちょっと気持ち大きいかなっていうのでこのぐらいですかね。もう今すごいんでWi-Fi でねもう作ったデータ飛ばすことができちゃうのでカッティングマシンに転送します。先ほどのデータの呼び出しっていうところでインターネット経由でデータを飛ばしているのでこちらをクリック。もうするともうこういうふうにもう一発でパンとカットデータが出てくるっていうような形になります。はい、じゃあこちらのカッティングマットを用意していただいてこちら保護フィルム剥がしていきます。ピリピリしまってる時とかにねここ表面が粘着力があるので、これがホコリとかつかないようにするための保護シートなのでこちらの捨てずに取っといてください。そしたらラバーシートですねをセットします。ちょっとラバーシートをですねセットするときになるべく気泡が入らないようにするっていうところとこの周りのですね枠とかにかぶさらないようにセットするっていうところだけ気をつけてください。スキャンカットにセットします。ここですね。はい、まずはですね今回カットでラバーシートなので透明のフィルムがついてます。でそのフィルムごとですねカットすると後が大変なのでハーフカットですねこちらをオンにしておきます。スタートカットしていきましょう。はい、じゃあカットできたのでこちらマットを外します。じゃあカットができたのでじゃあいらない余白の部分ですねを剥がしていきましょう。やっぱりこういうエッジのところとかですね剥がすときに間違って持っていっちゃったりすることあるんで気をつけて剥がしましょう。やっぱりカット線がすごい綺麗なんでこういう細かいところとかもねめちゃくちゃデザインが綺麗にカットできてます。よしじゃあ一番細い文字のとこ剥がしていきます。怖いな。こういう文字の部分だったりとかこんな丸い曲線この精度で手で切るのって本当難しいんで本当こういう時こそカッティングマシンとかの出番ですよね。はい
こんな感じです。いや、ここの辺りとかもめちゃくちゃ細かいですよね。はい、じゃあ切り出したねラバーシートをこちらに貼り付けていきます。上からアイロンギューッと押し付けてあげて、はい。でこれでシートがですね冷えるまで少し待ちます。はい、じゃあ冷えたので剥がしていきます。こういう細かいものをですねカットした時ちょっとフィルム持ってかれることもあるんですけども、後で手で剥げばいいので、そんなに気にせずにねゆっくり剥がしていきましょう。はい、こんな感じです。はい、じゃあカッティングマシーンでですねラバーシートの方の模様の製作をやってみました。今回こういうふうにラバーシートで作ったものだと、薄めのラバーシートを使うと生地に印刷したみたいな形ですごいはっきりとした模様を作ることができます。で今回ですね比較用にということでちょっとフロッキー地のシートも使って同じデザインのものをカットしてみました。こういうふうにフロッキー地のものだと少し立体感が出るので、すごい強調したい模様を作りたい時とかですね、こういうふうにフロッキーとかをうまく使ったりとか、光沢素材のところにこういうフロッキーを使うことでちょっとマットな素材をつけるみたいなっていうことで、よりデザインがくっきりメリハリが効くような制作ができるので、結構個人的にこういうフロッキー地のねシートとかもすごいおすすめです。はい、カッティングマシンですね、基本的にはこういう風なラバーシートだったりとかカッティングマシンとかステッカーとかですね切り抜くっていうのがすごいオーソドックな使い方ではあると思うんですけども、切れるのはこういうステッカーだけじゃなくて本革だったりとか布だったりとかそういうのを切り抜くことができるので、応用すればこういうふうにね型紙さえうまく作ればカッティングマシンを使ってこういうちょっとブレスレットとかもですね今回作ってみたんですけども、こういうのも裏の部分とか裏地の部分とかも同じ形で切り抜くのって結構大変で少しずれちゃって縫い合わせた後にちょっと細かく周りを切り抜くとあって大変だと思うんですけども、カッティングマシンだったら均一に切れるので、こういうような制作をする時とかにもすごい重宝したりします。またですねパターンとかっていうのも、スキャンカットっていう名前の通り自分で描いたイラストだったりとか線をスキャンして切り抜くことができるっていうようなマシンになっているので、こういうふうにこれ手袋なんですけども、グローブのパターンを引いた後にそれをスキャンカットにスキャンさせてカットデータを作った後に、こういうふうに本革いろんな種類の本革を組み合わせたのがこういうデザインになっています。こういうふうにね応用することですごいカッティングマシンって幅が広がるので、今回プラスチックですね、薄い0.7 ミリのプラスチックを切り抜いてピンズ作っていきたいと思います。はい、今回ですねこんな感じのデザインのピンズ作っていきたいと思います。今これですねカットデータを重ねた状態なんですけれども、ちょっと1個ずつねばらしながらカット位置調整していきたいと思います。こういうカットデータを作ったらねまたパソコンからカッティングマシンに飛ばします。じゃあ今回ですねこういうPP ボードっていうプラスチックの板ですね、こちらを使ってちょっと造形していきたいと思います。カッティングシートと同じような形で貼り付けます。でそしたらねマットをカッティングマシンにセットします。ピッと。はい、じゃあセットしたので、じゃあ今回もですね選択はカット。で今回ですね普通に切り抜きたいのでハーフカットをオフにします。はい、でスタート。はい、じゃあこういうふうにですねプラスチックの板、こんな感じですごい細かいラインとかまで切り抜けたので、こちらを組み立てていこうと思います。じゃあねこのプラスチックの板を瞬間接着剤でねパパーっと
やっぱりカッティングマシン使っててすごい強みなのが、こういう細かいパーツを何層かに分けて切り出そうとしたらもう絶対手だとずれるんですよね、フリーハンドだと。でもカッティングマシンだと同じデータを切り出してるっていう形になるので、もうずれることがない。合わせた時にここの段差も全然出なくて綺麗に作れるっていうところ、本当にやっぱりすごい強みだと思います。はい、こんな感じで完成しました。はい、でもこれをねスプレーしていきます。シュシュシュ。はい、塗装が終わりました。こんな感じでもう造形物とかも簡単に作ることができて、なんかキャラクターによってはスカートの裾とかに同じような形のパーツがたくさんついているものとかって、なんかプラスチックの板だったりとか、なんか紙布でコネコネして作んなきゃいけないとか、すごい大変だと思うんですけども、スキャンカットを使えばそういうふうなものを増産して作ることで、しかもそのデザインを統一してちゃんと綺麗にですねカットすることができるので、すごいコスプレイヤー的には助かるんじゃないかなと思います。使っても4年ぐらいカッティングマシン使ってるんですけど、いろいろとですね造形のタイミングとか助けられているのですごいおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。こういうふうにですねスキャンカットを使うと、ステッカーだったりのこういうプリントだったりとか、細かい模様の切り出しとか、他にもこういうふうなアクセサリー系だったりとか造形物にも応用が効くので、ぜひ興味持たれた方はですね試してみていただいてはいかがでしょうか。今回ですね、僕がカッティングマシンとこの刺繍ミシンっていろいろと趣味のですね、もう自分のコスプレ用だったりとかっていうのでいろいろ作例作ってみたものっていうのが、世界コスプレサミット2022トゥニスアニバーサリーですね、オアシス21の方にブラザーさんのブースご出展される予定なんですね。そちらの方でも見ていただくことできますので、ぜひぜひ会場足を運んでいただいて見ていただければなというふうに思います。今回ですね紹介した以外にもいろいろ作例ございますので、そちらの方をですね展示させていただければと思っていますので、よろしくお願いいたします。